はようございます。ほどほど配信、無責任 YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。令和5年11月17日金曜日、友引き、雨です。朝、バイト行った時、配り始めたら結構しっかりした雨で、カッパ上下着て、長靴履いて、普段より、やっぱり時間がかかるなと思いながら、でも、滑ってもいかないので、ゆっくりやりました。でも、途中から、止んだりして、思ったほどではなかったですが、え前回、大明神っていうタヌキの、信楽焼のタヌキのある家の前に、えタヌキ一家の団らんの家があるっていうのを初めて見つけたっていう話をしましたけど、今日はそこへ行きましたら、中からおじさんが出てきてて、2時、3時でしたね。3時過ぎてたんですけど、なんか用があったか、誰か待ってたのか、おじさんが立ってて、で、そこからちょっと行ったら、タヌキもいました。やっぱりなんかあるんですね、あそこ、と思いました。パトカーもいたから、なんかそういう事件性のことだったのかなとか、いろいろ考えましたけど、本当のところは分かりません。そんな朝でし今も結構しっかり降ってまして、ですね。え帰ってきてから二度寝をしたんですけど、今日はかみさんも休みってことがあったのか、暗いし、え起きたらもう9時近かったんです。今、10時半です。なるとこですが、1時間ぐらい前に、起きたとこで、よく寝ましたですね。雨降ってるなと思って、で、布団の中でこう、スマホをいじくってたら、Google の、フォトの、思い出のアルバムの中から、送ってきたのが、2年前の今日、シャンタンと出かけた時に、玄西橋ってあるんですよ。この江南地区で、豪族で、え吉田玄西さん、吉村玄西さんっていう武将がいたんですけど、その人、すごい、勇猛な人だったんですね。で、武田信玄に家臣になるように請われたんですけど、それを断ったんで、責められて、一人で岩屋にえこもって奮戦して討ち死にしたっていう人の岩屋があるとこなんですけど、そこで、お焚き上げをして、で、玄西橋を渡って昼川の方へ行ったんですわ。そしたらですね、あのもみじがすごく綺麗で、あの2年前そんなにもみじこの辺では、遅い時期だったのかな。ないと思ってたら、すごくどこ行っても、なんかほんとに燃えるようなもみじで、シャンタンも私も大喜びしたんですけど、そこでいっぱい写真を写したのが今日出てたんですよ。ああ、今日だったんだと思ったんですけど、よく考えたら17日は、月は違うんですけど、命日なんです。シャンタン、あの時はもうそんな風には
思ってなかったんですけど、もうそれから間もなく、体調が悪くなって、3月13日に、天へ帰っていかれましたけど、最後の最後の、あれは本当に最後の、えドライブでしたね。そんなことで、今日はちょっと重い、テーマになるかもしれないんですけど、ここのところ最近、私の近しい人が、うん、いつも、つるんでる、月さんもちょっと熱が出てるみたいですし、お授けに毎月通ってる元同僚も、血管の拡張手術をするっていうことで、今月は会えなかったんです。また行くかもしれないんですけど、会いに。そんな連絡が入って、ですね。と思ってたら、月地の、月並みさん昨日で準備に行った時に、会長さんから、あの、天理教の信者さんなんですけど、教会は別の教会の布教書をやってる家の。で、私の家の、仕事を、紹介されて、その人に。私より50代の働き者の人ですけど、すごい丁寧な仕事をする人で、で、ご縁で Facebook でつながってたんで、私が時々、写真なんか投稿すると、その人のやった仕事の関連のことで、写真なんか出すと必ずコメントくれて、ありがとうございますっていうことで、元気な人だったんですけど、無理強いにされたみたいで、それも11日、月並祭、三重文教の会の月並祭の日に、そういうことだったみたいで、もう本当ショックで、なんとも言えない。朝出かけるときに、三重橋っていうのを渡るんですけど、木曽川にかかってる大きな橋があって、玄西橋より1個、木曽川の方へ、長野寄りの方へ行った、橋がいくつもあるんですけど、そこを渡った時に、私の同じ年の、それは三重文教会の信者さんだったんですけど、その人が飛び込んだことをいつも思い出すんですけど、そんなことをこんな高いところから飛び込んだんだなとか思って、え思いながら、行ったんですね。それで、その話を聞いたので、もう本当に、すっかりショックで、切なくて、何もできなかった無力とか、打ちひしがれた感じでしたけど、私も同じような、本当に一歩間違えば、そういう状況になる。いつでもなれるスタンバイ OK なんですよね。最近はもう本当に、ここで喋れるぐらいに、あの、陽気にはなってますけど、あの、いいことがあっても悪いことがあっても、そう、波がドバーンってくるので、本当に、頭はそんな悪くないと思うんですけど、いろいろこう、あれもこれも考えるので、抜け落ちたりして、本当に役立たずで、何一つ、できないし、本当に、申し訳なかったなっていうような気持ちもなって、で
ですね。要求をこう持ち続けるっていうのは本当大変だなっていうことを、付地の会長さんとも話しましたけど、昨日の月並祭でも、そう言っておられましたですね。うん、で、思ったのは、付地の亡くなった方は、あの、お子さんもおられるんですけど、天理の方におられるって言ってましたけど、えどうも奥さんと、模試は奥さんだったみたいですけど、息子さんが、お礼の挨拶をされたみたいで、え別居されてたのかなっていう感じで、あの、仕事も一人でやって、本当に真面目な人なんで、この地方の人は本当に真面目で堅い人が多いし、天理教の人も真面目な人が多いんで、本当に一人で汗かいて仕事して目に焼き付いてるんですけど、丁寧ですしね。手を抜くってことがないんですよ。私のように間抜けだと良かったなとか思うんですけど、本当残念なことで。で、私、もう本当に予備軍なので、うん、それを思うときに、やっぱり一つ屋根の下に一緒に住んでくれてる神さんは、どういう気持ちでいるかっていうのは、なかなかそう、はっきり聞いても言わないし、あれですけど、まあ、一人にしたらそういう風になるって思われてるのかなっても感じたり、して、ありがたいっていう気持ちは、話していますけれど、うーん今、天理教の3年、親様140年祭の3年生日っていうことで、ちょうど1年目が終わるところに差し掛かっているんですけど、あの、この、親様の50年の雛形を3年で通れるっていうことで、親様の50年の雛形のほとんど最初の前半は、貧に落ちきれってことで、あの、思え家屋敷から家財から全部、施しみたいにみんな、二足三門でみんなやって、売り払ったりとか、人にあげたりして、貧乏のどん底に落ちられたんですね。で、周りの人から相手にされなくなって、狐付きだとか、気違いだって言われて、親戚からももう、縁を切られるような感じだったんですけど、そんな、雛形だったので、今年、この3年生日の1年目にそういうふうな、あの、本当に、彦根部内の教会の会長さんとか、教会の芸の方、未上になったりとか、えとても苦労されておられます。そういうのも見るにつけ、親様の雛形のその前半部分ですね、え大変な中を、喜びさんで、通られたわけですけど、あその雛形を私たちも歩ませていただけてるのかなっていうことを、少しでも、そこへ近づけるような聖人の道に、導かれているかもしれないなっていうことをありがたく思い、朝になりました。まあ、
で、間抜けな話で、いいことも、波を受けるって言いましたけど、この前ゴジラの映画を見た時に、あまりの感激で、私、障害者手帳で割引で行ったんですけど、その障害者手帳を落としてきたらしくて、ショックな話を聞いて帰ってきた時に、ポストを見たら、警察から、名古屋の警察から落とし物の通知が来てまして、あちゃーと思いましたけど、今度、21日、彦根行く日に、ここでよく話します、浜松の俳句仲間ののっちさんが、あの、コンサートのチケットが1枚あるんで、一緒にどうですかっていうことで、ちょうどいいやと思って約束したんで、で、のっちさんと会って、その足で、警察に一緒に行ってもらって、私も受け取ってこようと思っております。そんな風で、まあ、間抜けな UFO でした。それでは皆さん、雨の中、大変なお仕事をされている方やらおられると思います。Have a nice day. Goodbye. UFO チャンネルありがとうございます。失礼します。